手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。ハッシュタグお手紙ヤギの編み会は、編み物をしながら気の向くままにおしゃべりをするという編み会のようなスタイルの動画です。皆さんもお茶とおやつと編みかけをご用意して、編み物の時間を一緒に楽しみましょう。それでは始まります。こんな感じなんですけど、それ自分で作れるんじゃないって思ったんですよ。こうですね。今回は梅雨入りを間近に控えた時期ということで、梅雨にちなんだお話をしようかなと思っています。この時期ジメジメして湿気で不快感を感じやすい時期なので、お家の湿気対策でお試しで買ってみたものがあるので、そういうもののご紹介とか、あとは雨の日のお出かけを少し楽しくするようなアイテムだったり、低気圧不調の対策について調べてみたりしたので、そういったテーマでおしゃべりをしていこうかなと思います。で、テーマに絡めて編み物で作ったものも少しあるので、よかったら最後までお付き合いください。はい、ということで、いつも通り今日編むもののご紹介を少ししようかなと思うんですけど、今編んでいるものがこちらのソニアシャツというサマーセーターですね。半袖の。それを今編んでいます。前に出した夏物の編み物の計画っていう動画でご紹介してたんですけど、このスザンヌ・ミラーさんのデザインの T シャツ感覚で着れるサマーティーなんですけど、このパターンを先日購入して早速編み始めました。ユニクロの定番のアイテムに合わせてコーディネートしたいなっていうことで、ワイドパンツ、夏によく履くコットンとかリネン素材のワイドパンツみたいなものに T シャツ感覚で合わせたいパターンっていう感じでご紹介したパターンでした。それを今編んでいます。で、糸は動画でもご紹介したこのコットンコンの工業紙で編んでいます。サイズは L サイズです。で、今は結構もう進んできたところなんですけど、こんな感じであんまり出会ったことのない編み始め方のスタイルのものだったんですけど、まずは後ろ身ごろのショルダーラインから始まるんですね。で、往復に背中側を編んでいった後、広い目をしてこの前身ごろの方につなげていくっていう感じの進め方になっていました。で、今はその前身ごろをどんどん編んでいるところで、あと十数段ぐらい編めたら、後ろと前をつなげて輪に編んでいくっていう感じになっています。おしゃべりしながらでも編める単純なフェーズに入ったので、今日はこれを無心に編みながらおしゃべりしようかなと思っています。ちょっと着てみるとこんな感じなんですけど、ちょうど今着ているような服、T シャツの代わりになるような感じでって編み始めたような、結構オーバーサイズの感じですね。もうこれで袖はもうこの先になんかゴム編みのカフのところをつけるだけなので、こんな感じですね。この夏の間に仕上げられそうなので、早速この夏着たいなと思っています。ということで、今日おしゃべりしようと思っているのが梅雨にちなんだお話ということで、私そんなに梅雨の時期嫌いじゃなくて、結構雨好きなんですけど、それでもやっぱ家の中が
ちょっと湿気がこもったりとか、あとお出かけの時、外に出かける時になんか服が濡れたりカバンが濡れたりとかするのは結構不快に思うことが多いので、なんかちょっとそういうのを軽減するようなグッズがないかなと思って買ってみたものがあるので、そういうもののご紹介とか、あとなんか若い頃は低気圧不調とは無縁の人間だったんですけど、最近結構気圧に体調が左右されることが多くて、めちゃめちゃ低気圧の影響を受けるようになってしまったので、なんかこの機会にちょっと低気圧不調についてあれこれネットで検索して調べてみたことを皆さんにシェアしてみようかなと思っています。で、まずはそのお家の湿気対策なんですけど、どこのご家庭でもやってると思うんですけど、一般的な押し入れの除湿剤的なものをうちにも置いていて、クローゼットにかけるタイプのやつをうちも使ってるんですけど、なんか私結構物臭なので、ああいう除湿剤って効果がもうなくなったら終わりって出るじゃないですか。その終わりが出てもまだそのままかけっぱなしとかになっちゃってることが結構あって、なのでもうちょっと物臭な私でも便利に使えそうな除湿剤ってあるかなと思ってちょっと楽天とかで調べてみたんですよ。そしたらこんなのを見つけたんですよね。これなんか木炭が入ってるんですね、この中に。自然由来の素材の除湿剤っていうことなんですけど、なんかこれ除湿だけじゃなくて、湿気がある時は湿気を吸い取って、逆に乾燥してる時はその吸収した分の水分を放出してくれるっていう感じのものらしくて、でたまに天日干しすると半永久的に使えるって書いてあったので、これはいいんじゃないかなと思って買ってみました。で、私が買ったのはこの19センチの、これで一応小さい方から2番目ぐらいの小さめのサイズなんですけど、結構でかいですよね。で、これの5個セットっていうのをとりあえず買ってみました。なんかこのサイズが一番スタンダードみたいだったので、まずはこれを買ってみたんですけど、なんか靴にこうスッて滑り込ませておくような細長いタイプのものとか、あともっと大きいクッションみたいな大きさのものとかもあるみたいで、これ使ってみてよかったら追加でそういうサイズ違いの買ってみようかなと思ってるんですけど、でこの5個セットっていうのがクローゼットにかけるようにこれを入れておく、なんか麻袋トートバッグタイプのがセットになってるっていうものもあったんですけど、私はそれ自分で作れるんじゃないって思ったんですよ。なので作ってみたんですけど、これ前の編み会で完成品としてご紹介した編み物スピンさんのフリーパターンで作ったトートバッグ、これがすっごいちょうど良かったんですね。なので同じパターンで余ってる糸でこんな感じでクローゼットにかけるようで3つほど用意してみました。この小
ちなみにこの糸は DMC のナチュラリネンっていううちに余ってた糸で、もうなんかウェアとか作るほどの糸量がなくて使い道に困ってたやつだったので、ちょうどいいやと思ってこれで作ってみました。で、梅雨にちなんだお話の2つ目のテーマが、雨の日のお出かけを楽しくしたいなと思って考えてみたことなんですけど、編み物で作ったものが一つあるのと、あと紹介したい音楽の話です。一つ目の編み物で作ってみたもののお話なんですけど、皆さんは傘ってどんなのを使ってますか？私は昔は百貨店で買ったちょっとだけ高いお気に入りの傘を使ってたんですけど、なんか旅行した時にそれをなくしてしまったんですね。で、それ以来いいなっていう傘が見つからなくて、ずっとビニール傘を使ってるんですけど、ビニール傘って結構盗まれがちじゃないですか。盗まれるまでいかなくても、なんかコンビニとか入った時に傘立てに傘をそこに置いておいたら、いつの間にか他の人のと入れ替わってたりとか、しかもなんか自分が新しい傘だったのにちょっとポロッとした傘と入れ替わってたりとかすると結構嫌じゃないですか。なので私そのビニール傘につける目印を編み物で作ってみました。あとそれがこちらなんですけど、なんかこんな感じのものです。この端っこ、両端に小さいマグネットを入れているので、こういう傘の柄の部分にこうやって留めて目印にしておくっていう感じなんですけど、こういうものを作ってみました。で、糸はなんか適当に編んだのでいろんな形になってるんですけど、一つはこういう感じの、これはアブリルさんのファンシーヤーンのちょこっとだけ数メートルが何種類もアソートになった、なんだっけ、ペラコーンだったかなっていう商品で作ってみたのとか、あとはこれは編み物スピンさんの巾着袋を使った糸の余りで作りました。こんなのとか、これとこれはうちにある適当なソックヤーンの余り糸ですね。なんかちょこっとの量で作れるので、こんな感じでいくつか作ってみました。で、マグネットはこのね、これはセリアのなんですけど、ダイソーでも同じようなものが売っている、こういうなんか普通の何にもついてないマグネットですね。これをここの部分と反対側の端に入れて、こうくっつく感じで作ってみました。これ結構便利だと思うんですよね。こういうアイテム多分市販であるんですけど、ちょっと前にかかりつけの病院で傘立てのところに市販のこういうビニール傘につけておく目印みたいなので、シリコン製のものでやっぱり両端にマグネットがついていて、傘の柄にくるって巻きつけられるタイプのものが置いてあったんですね。で、それすごい便利じゃんって思ったんですよ。なので、買おうかなってちょっと思ったんですけど、いや、なんだったら自分のお気に入りの糸とか、なんかちょっとだけしか
ないアマリートの活用にいいんじゃないかなと思って、作ってみました。で、作り方すごい簡単なので、これなんかすごい簡単なんですよ。もうアイコードではないけど12目ぐらいの作り目でぐるぐる輪にしてアイコードみたいな感じで紐状に作ったものをここにこうマグネットがずれないようにくるって結び目作っているだけなので、もうほんとすぐできちゃうので、作ってみたいなと思われた方はぜひやってみてください。なんか最近アイコードを作るアイテムありますよね。あんなもので作ると本当にすぐ出来上がっちゃうと思うので。で、雨の日のお出かけを楽しくするので考えてみたアイディアの2つ目というか、私がいつも普段からよくやってることなんですけど、雨の日にだけ聴く音楽っていうのを決めておくと少しだけ楽しい気分になれるよっていうお話です。なんか私昔からなんとなくこの曲いいなって思ったものの中に雨にまつわる歌っていうのが結構あって、別にそんな探してはないんですけど、たまたま見つけるとその機会になんかその都度プレイリストの中に追加しておいて、なんとなく集まったプレイリストがもう1時間半くらいのものになってるんですけど、雨の日って出かけるのが結構億劫だったりするので、通勤の時とか雨が降ってたら、今日雨が降ってるからこのプレイリスト聴こうっていう感じで聴いているものです。なんとなく雨の日にしか聴かないって決めておくと、雨が降るとなんか出かけるの億劫だけど、あのプレイリスト聴かなきゃっていう感じでちょっとだけ楽しい気分になれるっていう感じで聴いています。で、最近はすごい雨の日の散歩にぴったりなアルバムを見つけたので、最近はそればっかり聴いてるんですけど、それがですね、橋本秀幸さんっていうアーティストさんの走行っていうアルバムなんですね。これです。これを雨の日のお散歩にすごいよく聴いています。このアルバムが足踏みオルガンとピアノのインストゥルメンタルの楽曲集なんですけど、なんかすごい素朴な雰囲気で即興的な楽曲が集められたアルバムで、オルガンって鍵盤弾くときにピアノもそうなんですけど、オルガンは押してカタンって戻る時の音が結構するじゃないですか。そういうノイズもそのまま収録されている感じで、すごい生っぽい音なんですね。それが雨の日に外を歩く時に聞くとすごい風景とマッチして心地いい感じなんですよね。なので気に入って最近よくちょっと小雨が降ってるけど歩けるっていう日なんかの散歩の時に聴いています。このアルバムはもともと別の読書っていうアルバムを制作するにあたって構想を練るために記録したスケッチのような小曲を一つのアルバムにまとめたっていう経緯のアルバムらしいんですけど、なんかその肩の抜けた感じがすごい音からも伝わってくる大好きなアルバムです。で、このアルバムは発売当時は独立系書店での販売がメインだったらしいんですけど、今現在は配信でも聞くことができるということらしいです。で、梅雨にちなんだ話の次のテーマは低気圧不調について調べてみたお話なんですけど、なんかいろいろ
自分が低気圧不調で困ることが多くなってきたので、そもそもどういうメカニズムで低気圧不調って起こるのかっていうこととか、あとその対策についてちょっと調べてみたことを皆さんとシェアしてみようかなと思います。まずメカニズムなんですけど、こんな感じでした。気圧とか天気の変化が起きると体内の水分バランスが崩れて、体内に余分な水分が溜まって、それが血管拡張とか自律神経の乱れの原因となると言われているそうです。症状としては、脳内の血管が拡張して周りの神経を圧迫して、それが頭痛を引き起こしたり、あとは自律神経の乱れがだるさとかめまいの不調を引き起こすと言われているそうです。その他にもむくみとか倦怠感とか気分の落ち込みとか、人によっていろんな症状があるらしいです。ちなみに、この話は、小林製粉グループのウェブサイトのウェルナビっていうウェブサイトで、こういうなんか健康の情報の読み物をいろいろ載っけてくれているので、それを読んでお話ししています。で、その低気圧不調の対策も載ってたんですけど、実際に低気圧不調がもう起こってしまった時の対症療法的な対策と、あとは不調が起こる前の予防的な対策の2つ、そのサイトに載っていたので、まずは、対症療法的な対策をちょっとご紹介しようと思うんですけど、それが耳をマッサージするっていうのが出てたんですね。最近の研究で耳の奥にある内耳と自律神経との関係が注目されているそうで、内耳が気圧を感じるセンサーのような役割をしていて、内耳でキャッチした気圧の変化が脳に伝わって自律神経の乱れを生じさせると言われているそうです。ウェルナビっていうウェブサイトに載っていた耳マッサージがこんな感じなんですけど、ぜひ気になる方はこのウェブサイトを見て詳しく見てみてください。概要欄に URL 載っけておきますね。この耳マッサージっていうのが、4つのステップからなっていて、ちょっと私の耳をちょっとだけ見せながらやってみようかなと思うんですけど、まずはステップ1が親指と人差し指で両耳を軽くつまみ、こうですね。で、上、下、横にそれぞれ5秒ずつ引っ張る。上、下、横、3方向に5秒ずつ引っ張るそうです。で、ステップ2は耳を軽く横に引っ張りながら後ろ方向に5回ゆっくりと回す。こうですね。ゆっくりこれを5回やるそうです。で、ステップ3が耳を包むように折り曲げて5秒間キープする。こうですね。これを5秒キープらしいです。で、ステップ4が手のひらで耳全体を覆い、後ろ方向に円を描くように5回ゆっくりと回す。こういうことですね。っていう感じに耳をマッサージするのがいいんじゃないかってこのサイトには書いてありました。なので私も今度低気圧不調だなって思った時にこれをやってみようかなと思っています。それが実際に不調が起きた時にできる対症療法的な対策っていうことで、2つ目の対策が今度は予防、不調が起きる前にできる予防の対策っていうことで、それが2つあって、1つは、食生活で
取ったらいいんじゃないかっていう栄養素なんですけど、これがビタミン類とかミネラルがいいらしいんですね。ビタミンは特にビタミン B6 がいいみたいです。これは代謝促進とか脳や神経を正常に保つ働きがあると言われていて、ミネラルはマグネシウムや亜鉛がいいらしくて、これは体の機能を安定させたりストレスを軽減する効果があると言われているそうです。どんな食品に含まれているかというと、ビタミン B6 がカツオやマグロや鮭などお魚系ですね。で、マグネシウムはひじきやほうれん草で、亜鉛は牡蠣とかレバーとかに含まれているそうです。で、私ビタミン B 類はサプリメントで日常的に摂ってるんですよね。けどマグネシウムとか亜鉛ってあんま意識したことが今までなかったので、なんかマグネシウムサプリメントかこう気軽に摂れる食品で取りたいなと思って、これもちょっと探してみたんですけど、マグネシウムがひじきから取れるっていうことだったので、こんなものを買ってみました。このなんかひじきと赤木っていう海藻のおかずひじきとおやつひじきっていう、これ本当はもう一個おかずひじきっていうのもついて4つセットになって売られていたものだったんですけど、これをちょっと購入してみました。で、そのおかずひじきっていうのはすでに開けて食べ始めたんですけど、こう乾燥した感じなんですけど、若干半生まではいかないけど、ちょっと柔らかい水分が残った感じのひじきです。で、すごい美味しいです。なので、よかったらこれも気になった方は探してみてください。はい、ということで今回は梅雨が近づいてきたこの時期に快適に過ごしたいなっていう気持ちでいろいろおしゃべりしてみました。皆さんがやってる雨の日を楽しく過ごすアイディア、どんなものがありますでしょうか。よかったらコメント欄にお寄せください。それでは今日はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。